就職氷河期世代が貧しくなったのは、就職期にバブル景気が崩壊したからだとか、小泉と竹中の新自由主義のせいだとか、世間では言われていますが、この世代が不遇であった本当の理由は、終身雇用年功序列がもたらすネズミ子オーナスであることを示しましょう。第1章、就職氷河期世代の受難とその負の遺産。内閣府の定義によれば、就職氷河期とは、1993年から2004年の就職難の期間です。このグラフの実践は、大学の新卒就職率の推移を示しています。1993年から2004年にかけての大学卒業者の就職率は平均 69.7% で、総期間を除く1985年から2019年の平均 80.1% を大きく下回っています。就職氷河期に就活する羽目になった世代は、就職氷河期世代と呼ばれます。1971年から1974年に生まれた団塊ジュニア世代と、1975年から1981年に生まれたポスト団塊ジュニアは、大学を最短で卒業した時期が1993年から2003年までで、浪人や留年などを考慮に入れると、1993年から2004年にかけての就職氷河期とほぼ一致します。つまり、2つの世代は大卒就職氷河期世代のコアを形成していることになります。このグラフは2020年現在での日本の青年別人口分布です。1947年から1949年にかけて生まれた団塊世代と、1971年から1981年にかけて生まれた団塊ジュニアとポスト団塊ジュニアの人口が多いことがわかります。団塊ジュニアには団塊世代の第1子が多く、ポスト団塊ジュニアには第2子以降が多いという特徴があるものの、そうした区別にはあまり意味がないので、ここでは両方を合わせた世代を団塊2世と呼ぶことにします。団塊世代の数が多かったので、子供の世代である団塊2世の数も多いことが確認できます。団塊2世の就活期に非正規労働が増えました。このグラフは就業者に占める非正規雇用労働者の割合の推移を示しています。就職氷河期において非正規雇用労働者の割合が急速に高まっています。バブル景気の最中にも上昇していますが、これは自由追求型の自発的非正規雇用労働者が増えたおかげです。就職氷河期においては、正規雇用労働者になろうとしてもなれない非自発的非正規雇用労働者が増えました。現在高止まりしている理由は、一方で非自発的非正規雇用労働者が減ったものの、他方で高齢者や女性を中心に自発的非正規雇用労働者が増えているからです。自発的か否かは完全失業率を見ればわかります。新卒就職する年齢である15歳から24歳の男女及び全体の完全失業率の推移をご覧ください。どれも就職氷河期にはバブル景気の最中とは異なり、新卒者の完全失業率が急上昇しています。この時期に非正規雇用労働者の割合が増えたということは、望まないのに非正規雇用労働者にならざるを得なかった人が増えたということです。新卒者の完全失業率は2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災によって一時的に悪化したので、2012年までは準氷河期と呼ぶことにしましょう。とはいえ、対極的に見て2003年をピークに今日に至るまで下落傾向にあります。そのおかげで団塊2世も正規労働にありつけるようになりました。ただし大企業では長い間非正規労働に従事した団塊2世を採用するハードルが中小企業よりも高いのが現実です。このグラフは2021年現在で各年齢階級が従業員500人以上の企業に雇用されている割合を示しています。団塊2世、すなわち就職氷河期世代が占める40代の割合が他の世代よりも低くなっています。劣悪な雇用環境にあったため、
団塊2世は資産形成が十分でありません。このグラフで左側の2004年時点で新人類世代に相当する40代の金融資産と、右側の2021年時点で団塊2世に相当する40代の金融資産を比較しましょう。新人類世代の金融資産の中央値が350万円であったのに対して、団塊2世の金融資産の中央値は200万円に減りました。同じ40代でも団塊2世は新人類世代よりも300万円未満が多く、資産形成が不十分であることが確認できます。経済力の低さゆえに未婚者が多いのも団塊2世の特徴です。このグラフは配偶関係別の人口構成比を1980年と2020年で比較したものです。1980年時点では20歳から40歳にかけて青色で記した未婚者の割合が男女とも急速に低下しています。ところが2020年では団塊2世に相当する39歳から49歳の年齢で未婚者の割合が高止まりしています。特に男性は2割以上が未婚のままです。その結果、団塊2世の子にあたる世代、団塊3世は幻のベビーブーム世代となりました。第2章、1985年での経済企画庁の的確な予想。団塊2世が不遇の世代となることは、実は1985年の時点ですでに政府によって予測されていました。1984年に社団法人社会開発研究所が経済企画庁の委託で労働市場の未来を展望する研究プロジェクトを始め、その報告書は1985年に21世紀のサラリーマン社会と題して出版されました。この報告書は労働市場が終身雇用と年功賃金に守られた内部労働市場とそうではない外部労働市場とに二極分化している事実を指摘しつつも、世帯主が内部労働市場で働いているので問題はないとしています。報告書はしかしながら、団塊2世が就職しようとするとき、本来一家の大黒柱となるべきものまでが、外部労働市場に転落する暗い未来を予測しているので、その箇所を引用しましょう。内部労働市場に参入できない団塊2世たちのかなりの部分がアルバイトと外部労働市場での労働を余儀なくされるのではなかろうか。昭和60年代半ばには団塊の世代は40代、働き盛りである。一方、団塊の世代の妻たちは子育てを終え、パートタイマー等の形で労働市場に参入してくる。この時期には団塊の世代の夫、妻、子の2世代が同時に不安定な労働市場に身をさらすことになるのである。無論、現在のアルバイトの賃金でも若者が生活していくためには差し当たり困難はないであろう。しかし、結婚し子供が生まれ、教育費がかさむようになり、また住宅ローンを抱えるようになれば、アルバイトで生活することは不可能である。アルバイトを転々としながら30歳前後になって内部労働市場に参入しようとしても、その壁はあまりに厚い。まさにこの通りになったからこそ、非正規雇用を強いられた団塊2世の多くが結婚できなくなり、団塊3世が幻のベビーブーム世代となったのです。報告書は団塊2世を冷遇し、人材育成を怠るツケが21世紀の企業経営にも回ってくることを警告しています。西暦2000年以降の仕事の主力を担っていくのは誰か。それこそ団塊2世たちに他ならないのである。今後、団塊の世代の負担に耐えかねて、企業が団塊2世の採用を抑制するならば、企業は2000年以降の主役を失ってしまうことになるのである。赤字で強調した箇所に注目してください。これこそが就職氷河期の本質的な原因です。それにしても1985年といえば団塊2世がまだ中学生以下であった年です。1985年の時点ではバブル景気は崩壊どころかまだ始まってもいませんし、広範囲にわたる派遣労働の規制緩和も全く見通せません。
それにもかかわらず、経済企画庁が団塊2世の運命を正確に予測できたのは、実は驚くべきことではありません。年功序列というネズミ講システムと、当時の人口分布という2つの事実から簡単に予測できたからです。第3章、ネズミ講ボーナスとネズミ講オーナス。終身雇用と年功序列を特徴とする日本的経営は1960年代に完成しました。団塊の世代が中学校を卒業し、金の卵として集団就職を始めたのは1962年以降です。大学を卒業したのは1969年以降です。それゆえ、日本的経営が完成した時期は、団塊の世代が労働市場に参入する時期と重なっています。高度成長期であったので、団塊の世代は数が多かったのにもかかわらず、難なく就職できました。1973年の石油危機以降、日本経済は高度成長期から安定成長期に移行しました。日本経済の成長はスピードが鈍化したものの、他の先進国よりも好調でした。1979年にエズラ・ボーゲルがジャパン・アズ・ナンバーワンを出版したことに象徴されるように、この時期、日本経済は黄金時代を迎えました。ボーゲルを含め多くの日本人は、日本経済の強みは日本的経営にあると思いました。しかしそれは誤解に基づいています。このグラフは OECD 加盟国間における主要先進7カ国の時間あたり労働生産性の順位を示したものです。左側の70年代から80年代にかけての黄金時代においてすら、日本は主要先進7カ国の中でナンバーワンどころか最下位です。日本的経営が優れていた時期は実は一度もなかったのです。日本的経営が非効率であるのにもかかわらず、日本が安くて高品質な製品を世界に輸出できたのは、年功序列の初期の効果ゆえであったことを説明しましょう。年功序列とは、勤続年数に合わせて賃金が増加する制度です。海外の企業では、職務遂行能力に応じて支払われる職務給が常識ですが、日本の企業では勤続年数と連動して上昇する職能給が一般的です。しかし実際には勤続年数とともに能力が上昇し続けるということはありません。あくまでも一般論ですが、老化により体力が低下したり、新しい時代の変化に適応できなくなったりして、従業員の会社に貢献する能力がしばしば低下します。それを無視して年齢とともに職能給を上げていくと、この図に示したように会社への貢献と報酬の高さにギャップが生じます。若い時は貢献よりも少ない報酬しか受け取れないので、貢献よりも多くの報酬を受け取る中高年労働者は、若手労働者を搾取していることになります。もちろん上の世代から搾取された若手労働者も自分が中高年労働者になると下の世代から搾取することで損失を補填できます。これは一種のネズミ講です。ネズミ講とは下位会員が上位会員に金品を貢ぐ無限連鎖講です。下位会員がネズミ算的に増えていってピラミッド型を形成するなら、会員は上に貢いだ以上の金品を下から受け取るので、利益に預かれます。これをネズミ講ボーナスと呼ぶことにしましょう。会員が無限に増え続けることは物理的に不可能なので、ネズミ講ボーナスは永遠には続きません。このように下位会員がどんどん減っていって逆ピラミッド型になると、上に貢いだ以上の金品を下から受け取れなくなり、損失を被ります。これをネズミ講オーナスと呼ぶことにしましょう。オーナスとは、重荷とか負担とかといった意味の英語です。ボーナスと音が似ているので、対比的に使われることがあります。通説によれば、1991年まで日本経済が成長できたのは人口ボーナスのおかげで、それ以降の低迷は人口オーナスのせいだと一般には思われています。
しかし、どの国でも少子高齢化が進行しています。それなのになぜ日本だけ失われた30年となっているのでしょうか。このグラフは1960年から2023年までの日本、米国、韓国の1人当たり GDP を表しています。失われた30年の間に1人当たり GDP が日本だけ低迷しています。米国ではベビーブーマーが高齢化しつつありますが、経済は成長しています。韓国の合計特殊出生率は2001年以降、日本を下回っていますが、日本のようにはなりません。30年以上の経済低迷という日本特有の現象の原因は、日本特有の仕組み、すなわち年功序列に求めなければなりません。ここでまた経済企画庁の報告書、21世紀のサラリーマン社会に戻りましょう。報告書に掲載されているこの図は、1980年における年齢層ごとの労働者数を示しています。左側が男性、右側は女性の労働者数です。斜線の正規雇用労働者の分布を見れば、なぜ1980年前後の期間がネズミ講ボーナスの期間であったかがわかります。上が下を搾取するネズミ講は、別名ピラミッド商法と呼ばれるように、上下の階層がピラミッド型を形成している限りうまくいくのです。しかし、報告書が警告するように、ネズミ講にとって理想的なピラミッドの形状は、2つの理由から持続不可能でした。団塊の世代が40から44歳になる1990年には、ピラミッドの形が崩れ始め、2000年には完全な寸胴型となる。また女子についても定着雇用層が着実に増大することがわかる。実際1986年に男女雇用機会均等法が施行されて以降、男性と同様に頂点を目指すキャリアウーマンが増え始めました。左右両方のボリュームゾーンが年功序列のピラミッドの上層に上るにつれて、企業はより高額な職能給を支払わなければならなくなりました。日本企業はネズミ講オーナスに2つの方法で対処しようとしました。まず、既存の正規雇用労働者をリストラしようとしましたが、希望退職者の募集という生ぬるい方法には限界があります。そこで新規の正規雇用労働者の採用を停止し、非正規雇用で必要な時に必要なだけ活用することで、膨れ上がる人件費を抑制しようとしました。こうして就職氷河期が生まれたのです。第4章、就職氷河期の通説の批判的検討。就職氷河期に非正規労働のワーキングプアが増えた理由を説明する2つの代表的な通説は、労働者派遣法規制緩和説とバブル景気崩壊説です。まずは前者を取り上げましょう。NHK スペシャル取材班は次のように言っています。かつて一億総中流社会と言われた日本の中流が危機にある。中間層の賃金が減少し、当たり前の生活ができる中流は壊滅寸前。その結果、日本全体が貧しくなった。この大きな原因が1990年代半ばから始まった非正規雇用の拡大だ。規制緩和の流れの中、労働者派遣法が改正され、一部の業種のみに許されていた派遣労働は原則自由となっていく。ここで労働者派遣法の歴史を振り返りましょう。1986年に施行され、1996年の改正で適用対象が16業務から26業務に拡大されました。1999年の改正で適用対象の限定方法がポジティブリスト方式からネガティブリスト方式に変更され、原則として自由化されます。2004年の改正で製造業での労働者派遣が解禁となりました。この中で最大の規制緩和は1999年の改正です。
果たしてこれが非正規雇用拡大の原因なのでしょうか。非正規雇用労働者の割合の推移と比べましょう。1996年改正はここ、1999年改正はここ、2004年改正はここです。最大の規制緩和は就職氷河期が始まって非正規雇用が増加し始めてから行われています。規制緩和の結果、非正規雇用労働者が増えたのではなくて、非正規雇用労働者が増えた結果、その多様な需要に対応するために、非正規労働の形態が多様化したというのが実態です。もしも労働者派遣事業が禁止されていたなら、どうなっていたかを想像してください。おそらく派遣労働者になるような人は、従来型の非正規雇用労働者になっていたことでしょう。団塊の世代が能力不相応に高額な職能給を受け取っていたことが根本原因である以上、規制緩和があろうがなかろうが、多くが非正規雇用労働者として最小限の仕事しか与えられないという団塊2世の運命が変わることは望むべくもないのです。就職氷河期が生まれる原因は1985年の時点で正確に理解されていました。ところが実際に就職氷河期が始まると正しい認識が忘れられ、代わりに規制緩和が原因で非正規労働が増えたといったような間違った説が横行するようになりました。それはおそらく労働者派遣法規制緩和説は小泉竹中改革を批判したい人たちにとって好都合だったからなのでしょう。例えば経済ジャーナリストの岩崎宏光は次のように小泉政権を批判しています。就職氷河期世代が不幸だったのは2000年代初めに小泉政権が誕生し、非正規社員の規制を大幅に緩和したことだ。それまで許されなかった製造業での非正規雇用を全面的に緩和し、その影響で大企業は正社員の採用を大幅に抑え、非正規雇用を増やす雇用構造の転換を進めることができた。青字で記した下りは事実誤認に基づいています。なぜなら、それ以前から日本の製造業では臨時工や期間工といった非正規雇用労働者が働いていて、雇用の調節弁になっていたからです。これら直接雇用とは別に間接雇用として、業務請負企業が雇用する請負労働者が派遣労働者と同じような役割を果たしていました。仮に小泉内閣での規制緩和がなかったとしても、製造業での派遣労働者が従来型非正規雇用労働者に置き換わるだけで、正規雇用労働者の増加は期待できません。また、小泉政権が行った2004年改正は、就職氷河期を終わらせたことからもわかる通り、雇用環境を悪化させたということはありません。高官に流布する小泉批判には、こうしたずさんなものが多いのですが、竹中批判はもっとお粗末です。例として、ブロガーの鈴木啓生による竹中批判を取り上げましょう。竹中平蔵といえば、正規雇用と言われるものは、ほとんど首を切れないんです。首を切れない社員なんて雇えないんですよ、普通。とか言って、非正規雇用者を大量に増やした経済学者でもある。実際、小泉政権では、この竹中平蔵の経済政策によって構造改革が強引に行われ、どんどん若年層の非正規雇用化が進んでいったのだが、その結果として誕生したのが、若年層の貧困と格差が強烈に広がっていく社会だった。このように竹中が非正規雇用増加の元凶としてやり玉に挙げられるのは、人材派遣会社のパソナを傘下に持つパソナグループの取締役会長を務めていたからでしょう。しかし彼がパソナの特別顧問に就任したのは2007年です。竹中は2006年に政界を引退しているので、大臣在職中に人材派遣会社と利害関係を持っていませんでした。また、そもそも竹中は労働者派遣事業を管轄する厚生労働大臣には就任していないので、
竹中のせいにするのはおかしいのです。さらに竹中の構造改革で貧困と格差が広がったというのも事実に反します。この完全失業率のグラフを見ればわかる通り、竹中金融担当大臣が不良債権を処理した2003年をピークに、就職氷河期の最悪の時期が終わりました。竹中改革は労働市場を改善したのです。また格差に関しても、この図の青い棒グラフを見ればわかる通り、2005年以降、再分配後の所得ジニー係数は低下しており、竹中改革により格差が拡大したということもありません。それにもかかわらず、なぜ小泉と竹中は批判されるのでしょうか。おそらく背景には一億総中流であった昭和へのノスタルジーがあるのでしょう。昭和の時代は一億総中流社会で誰もが豊かな生活を享受できた。もしも昭和のやり方をそのまま続けていたなら、昭和の一億総中流社会を維持できたはずだ。それで古き良き昭和を破壊した小泉と竹中が悪い。こういう論理で小泉竹中改革を批判する人は今でも多数います。しかし失われた30年はむしろネズミ講という昭和の古いしきたりがそのまま続いたことで生じたのですから、昭和へのノスタルジーから小泉竹中改革を批判することは極めて的外れと評せざるを得ません。このように労働者派遣法規制緩和説は全くの間違いですが、バブル景気崩壊説は必ずしも間違いではありません。不況になれば失業率が増加するのは世界共通の現象です。しかし海外では景気が改善すると失業率が低下します。10年以上も就職難の時期が続くのは世界的に見て異常なことなのです。実はバブル景気が崩壊したといっても、1993年から2004年にかけての就職氷河期を通してずっと不況であったのではありません。内閣府が認定しているバブル景気以降の景気循環の基準日付をご覧ください。就職氷河期の間に2回も好況があったのですから、単なる不況で説明がつく話ではありません。もとよりバブル崩壊後、今日に至るまで低成長が続いている以上、循環的に訪れる波の好景気で労働市場が大きく改善することはないと反論する人もいるでしょう。このグラフの青線は日本の1人当たり GDP の成長率を示したものです。赤色の二次近似曲線を見ればわかる通り、1973年までの高度成長期、1991年までの安定成長期と比べて、1991年以降の低成長期の水準が低くなっています。1人当たり GDP の成長率は2012年から2020年までのアベノミクスの期間において、それ以前の就職氷河期と比べて高くなかったのにもかかわらず、労働市場が改善しました。それはしばしばアベノミクスの成果として宣伝されていますが、実際には2012年から2014年にかけて、団塊の世代が65歳となって定年退職し、新たに若い人材を確保するニーズとともにリソースの余裕が企業に生まれたため、完全失業率が急速に低下し、氷河期世代の正規雇用労働者化が進んだのです。それゆえ就職氷河期の原因は単なる不況ではなくて、団塊世代の高すぎる職能給と過剰に保護された正規雇用の地位であったと言えるのです。2番目の通説でも1番目の時と同様に因果関係が逆ではないかと考えられます。ちょうど規制緩和が原因で就職氷河期が生まれたのではなくて、逆に就職氷河期が生まれたからこそ規制緩和が推進されたように、長期的な低成長が原因で就職氷河期が生まれたというよりも、むしろ就職氷河期が生まれたからこそ経済が長期的に低成長になっているのではないでしょうか。1990年以降の
実質 GDP 成長率を要因分解したこのグラフをご覧ください。就業者数の増加は押し上げ要因になっているので、人口オーナスで失われた30年を説明できません。押し下げ要因となっているのは、1人当たり労働時間です。非正規雇用労働者を必要な時に必要なだけ活用することで、時間当たり労働生産性は上昇したけれども、1人当たり労働時間が減少した結果、実質 GDP 成長率が低迷したということです。その意味で、就職氷河期が生まれたからこそ、経済が長期的に低成長になっているという逆の因果関係が成り立つのです。第5章、今もなお続くもう一つのネズミ講。2012年以降、団塊の世代が定年退職しましたが、ネズミ講オーナスはまだ続きます。付加方式の公的年金と高齢者の負担が低い公的医療保険は、現役世代から退職した高齢者へ所得を移転するがゆえに、ネズミ講として機能するからです。社会福祉が特にネズミ講化したのは、田中角栄が福祉元年と名付けた1973年以降のことです。年金が積立方式から付加方式の性質を強め、老人医療費が無料化されました。今から見れば、後に禍根を残す不当な高齢者優遇策ですが、当時反対する世論はあまり強くありませんでした。その理由は2つあります。一方で、1973年時点での高齢者は、太平洋戦争の時代の現役世代で、戦後のインフレで財産を失って生活に窮する人が多かったので、同情の対象となりました。他方で、支える側の現役世代は、長期の高度成長により、経済的負担能力が高まっていました。税や保険料といった社会保障負担の対 GDP 比率の推移を示したこのグラフをご覧ください。赤線は日本、青線は OECD 平均です。1973年の福祉元年以降、増加してはいるものの、安定成長期にはOECD 平均の水準と大きく異なっていません。ところが、低成長期には OECD 平均の水準を大きく超えて上昇しています。これは高齢化に伴い、分子の社会保障負担が増える一方で、分母の GDP が伸び悩んだためです。団塊世代が定年退職を始めた2012年以降、現役世代の負担は記録的な高さにまでなっています。これは今もなお続くもう一つのネズミ講オーナスです。では、団塊世代の大半が死去したなら、団塊2世は晴れてネズミ講オーナスから解放されるのでしょうか。残念ながらそうなりそうではありません。団塊2世の行く手には少子化対策がもたらす逆ネズミ講オーナスというさらなる負担が待ち構えているからです。第6章、逆ネズミ講としての少子化対策。令和元年に安倍首相は全世代型社会保障を提唱し、消費税増税を財源として幼児教育と保育を無償化した一方で、高齢者の負担増と給付減を決めました。かくして令和元年は全世代型社会保障元年となりました。岸田首相の時代になると、異次元の少子化対策が打ち出されるなど、近年、高齢者のための社会保障から次世代のための社会保障へと重点が移動しつつあります。これは下の世代が上の世代を搾取する逆ネズミ講が始まることを意味します。そして団塊2世はまたしても搾取される世代になりそうです。福祉元年以降、上の世代が下の世代を搾取する社会保障のネズミ講が始まり、団塊2世は下の世代の時、上の世代から搾取されました。ところが、全世代型社会保障元年である令和元年以降、逆ネズミ講が始まったので、団塊2世は上の世代になると、今度は下の世代から搾取されるという踏んだり蹴ったりの人生を送ることになります。団塊2世はもはや単なる就職氷河期世代ではなく、
人生氷河期世代となりつつあります。団塊2世の悲劇はその数の多さに起因します。上の世代も下の世代も数が多いことを良いことに、よってたかって団塊2世を食い物にしています。このような不公平で理不尽な搾取を支え合いの精神などという偽善的な理念で美化すべきではありません。そこで最後の章では、ネズミ講問題の本質を明らかにした上で、ネズミ講オーナスと逆ネズミ講オーナスから脱却する根本的な方法を考えたいと思います。第7章、ネズミ講オーナスから脱却するには、日本はなぜネズミ講を始めたのでしょうか。私は前回のビデオで、終身雇用と年功序列を特徴とする日本的経営は、本物の社会主義革命、あるいは共産主義革命を阻止するための妥協策として生み出された疑似社会主義的な経営と説明しました。田中角栄が福祉元年という社会主義的なばらまき政策に踏み切ったのも、革新野党への政権交代を阻止するためでした。太平洋戦争の現役世代はインフレで貧困化していたので、戦後の日本は能力に応じて働き、能力に応じて受け取るという資本主義の原則を否定し、能力に応じて働き、必要に応じて受け取るという共産主義の原則を採用した結果、年功序列というネズミ講ができました。また、保険における受益と負担の一致という資本主義の原則を否定し、太平洋戦争の現役世代であった高齢者には負担なき受益を、後の世代には受益なき負担を差配するばらまき福祉を採用した結果、現役世代から高齢者に所得を移転する年金と医療というネズミ講ができました。つまり戦後の日本でネズミ講が広がった根本的な原因は太平洋戦争での敗北ということです。戦中戦前の世代は欲しがりません勝つまではをスローガンに苦難に耐えましたが、負けたために戦争への貢献が報われることはありませんでした。敗戦の損失はあまりにも大きかったので、世代内での損失補填が困難となり、戦後生まれた団塊世代が補填することになりました。そこで団塊世代のスローガンは、欲しがりません年を取るまではとなったのです。こうして損失補填を次の世代へと先送りするネズミ講が誕生しました。団塊世代の次の新人類世代も欲しがりません年を取るまではですが、今の若者は欲しがります最初からなので、間に挟まれた団塊2世は欲しがりません永遠にとなり、人生氷河期世代になってしまったのです。敗戦による損失を戦争の現役世代だけで補填できなかったのは仕方がないことだとしても、その負の遺産を団塊2世という特定の世代に押し付けることはフェアではありません。1997年にアルバニアでは国民の半分以上が参加していたネズミ講が破綻したのをきっかけに暴動が起き、内乱状態となりました。日本ではそれよりももっと大きなネズミ講の被害が出ているにもかかわらず、最大の被害者である団塊2世は暴動すら起こそうとしません。最近ガソリンポリタンクを積み込んだ自動車で自民党本部と首相官邸を襲撃した団塊2世の男がいましたが、せいぜいこの程度なのですから、団塊2世は実におとなしいと言えます。しかし、おとなしいからといって、いくらでも搾取してよいということにはなりません。世代間搾取のない社会を目指さなければいけません。ネズミ講オーナスから脱却するには、報酬と貢献、受益と負担を一致させない社会主義から脱却する必要があります。かつて日本は世界で最も成功した社会主義国家と称えられたことがありましたが、日本型社会主義の成功と思えた80年代までの繁栄も、ネズミ講ボーナスがもたらした
まやかしの繁栄に過ぎなかったのですから、結局のところ、社会主義が成功した国は皆無ということになります。それで経済成長を求めるなら、日本も社会主義から新自由主義へと体制を変えなければなりません。新自由主義の原則は自助自立です。その原則に基づいてネズミ講を徹底的に廃止しようとするなら、年功序列を廃止し、公的年金制度も廃止し、医療保険の世代間格差を是正しなければなりません。逆ネズミ講を廃止するには、少子化対策を停止しなければなりません。ネズミ講を維持するためにネズミの数を増やすのではなくて、ネズミ講そのものをやめなければいけません。もちろん自助自立といっても自立できない人もいます。そうした人は負の所得税でピンポイントにターゲットを絞って救済すればよいというのが新自由主義者の考えです。個別の救済はある世代が他の世代を丸ごと支えるネズミ講や逆ネズミ講とは異なり、社会全体の負担が大きくありません。結論をまとめましょう。生涯現役、すなわち年齢差別なき職務給と自助自立および個人単位での最小限の控除で、日本はネズミ講と逆ネズミ講から脱却すべきです。